こんにちは。俺の名前はシン。これはばらつきを扱う秘伝をオープンにする4回目の動画だ。前回の動画では複数の分布間の関係を確率的に扱うことでパラメータ間の関係を従来の数値演算と比べて高い精度で厳密に比較できることを示した。これからは実際の設計や解析を例にして分布による演算を数学全般に拡張していく。最初に分布で時系列処理を行うためのベクトルとして扱っていく場合に注意すべき分布間の相関関係について説明する。さらには時系列の分布演算を理解することで従来のベクトルでは考慮されない時間の矢について考えてもらう。前回までの動画では走行距離や燃費、ガソリン代、月間予算などのようにデータ間に依存性が少なく、それぞれ独立したデータとして扱えば良い場合の演算例を説明した。ところが、演算対象のパラメータ間には相互に依存関係があるデータも多く、そのようなデータの分布演算を行う場合には相関関係を考慮した演算を行う必要がある。例えば、時系列のベクトル演算を分布として扱うためには複雑な依存関係を考慮する必要がある。物の位置や速度を扱う時系列演算を行う場合、例えば初期位置と速度が分布で与えられており、何秒かのうち位置分布を求める場合、初期位置と速度の分布は最初相互に無関係で独立であったとしても、そのばらつきの範囲で速度が速いものは遠方に到達する。遅いものは近傍にとどまる。したがって時間が経過するほど徐々に速いものと遅いものの位置が分かれてくる。これは時系列演算では時間経過とともに相関関係が発生してそれが強くなっていることを示している。したがって現在地と速度の分布から所定時間後の位置分布を求める場合、位置と速度は特殊な正の相関にあり、時間の経過とともにその関係が変化していく。実際の演算では前回の演算の相関関係を引き継いで、次の演算時間単位後の相関関係を求めて、変化した相関関係を考慮した演算を行う必要がある。ここで様々な相関関係を持つ分布間の分布演算について考えてみる。このように分布 x と分布 y の和の分布 x たす y を求める場合、x と y の関係が相互に独立であるということは、演算結果の確率値を求めるためのパラメータの組み合わせが、この四角の枠内のすべての領域を自由に取り得るということだ。したがって、独立したデータ間の分布演算では、この領域のうちがすべての組み合わせを考慮した演算を行う。x と y が正の相関関係を持っている場合は、その組み合わせがこのオレンジの領域の内側に制限される。負の相関関係であれば、このブルーの領域に制限される。x を位置の分布、y を速度の分布とすると、所定時間後の相関関係は、この赤のような領域になる。これは速度が高い領域は距離が遠い。速度が低い領域は距離が近い領域に制限されることを意味する。さらに時間が経過するとともに、このひし形の領域は潰れた形に変化していく。このように、様々な相関関係を持つ分布間の演算は、xy 平面の領域を制限して、その制限内のパラメータだけで演算を行うことで結果の分布を求めることができる。パラメータ x と y の分布がそれぞれ相関関係がある場合の和の分布を実際に求めてみる。一つ目が x と y が独立の場合、二つ目が逆相関の場合、三つ目が x を1、y を速度として、先ほどの時系列で最初の1秒間の相関で求めた分布だ。時系列演算で物体の奇跡を演算する場合、速度や加速度をタイミングに応じた時系列相関で扱い、演算ごとに毎回の領域から速度や加速度の影響を考慮して新しい領域を求めて次の演算を行う。位置や速度に応じてフィードバック制御を行う場合は逆相関の分布を扱う。
ブラウン運動やホワイトノイズの時系列演算では速度や位置を独立の分布として扱う。次に多次元分布の演算について述べる。例として二次元分布 x と y から和の分布 z を求める方法を説明する。分布 x の領域と分布 y の領域から四辺をベクトル合成した分布 z の領域が求まる。z の領域にある微小領域の確率値はベクトル合成するとその z のその1となる x の微小領域と y の微小領域の組み合わせのそれぞれの確率の積を求め、その積をすべての組み合わせで合計したものである。その確率値をすべての z の領域で求めたものが z の分布となる。演算結果の分布の面積、体積、超体積は演算前の分布が1であれば、四則演算いずれにおいても必ず1に近い値になる。先ほどの相関関係を考慮する場合は、すべての次元それぞれで x と y の空間における領域が先ほどの領域に含まれているかどうかを判定して、演算対象を含むか含まないかを選択すればよい。以上によって初めて多次元ベクトルの確率分布演算が可能となる。GitHub においたツールでは1次元から3次元までの分布の四則演算が組み込まれている。以上の演算を使って実際の設計を行った場合の例を示す。ここでは車両が車線変更制御を行う場合に高速砲のセンサーで高速砲の隣接車線に接近車両がいなければ車線変更制御をスタートさせる。そのスタートさせてからの制御成立性を設計してみる。センサーが接近車両を初めて検知できた位置と速度と車線変更が完了した時の自車の位置と経過時間で安全な制御が可能かどうかを判断する。制御によって車線変更がスタートした直後に接近車両を検出した場合に制御を継続して接近車両制御車両が車間距離に余裕がなくなり接近しすぎる確率を求める。ここではセンサーや車両制御のデータは実際の値を使うわけにはいかないのでそれらしい分布になるように生成したダミーデータであるがそれぞれの値は意図的に実際の値とは変えてある。実際のデータを使った演算は自動車技術会2020年の秋の大会の論文集にあるので興味があれば見てくれ。まず GitHub で11月1日以降の分布 .exe とここに示す3つの CSV データを取得してもらう。データはセンサーが検出した接近車両の相対位置データ detectposi.csv と相対速度データ detectspeed.csv 車線変更制御が完了した時点の自車位置データ lanechange.csv の3つを使う。このデータはもちろん実際のデータとは異なるがそれらしく生成したダミーデータである。このグラフはそれぞれの二次元上の位置や速度のデータ1000個から3000個のデータを生成した元になる分布だ。これらから車線変更制御が完了した時点の接近リスクを確率的に演算する。接近車両の相対位置分布 W に相対速度分布 V を加算すると単位時間である1秒後の相対位置分布が求まる。V を N 回加算すると N 秒後の相対位置分布になる。車線変更後の自車位置分布と N 秒後の接近車両の位置分布から達成確率を求めるとその体積が接近リスクとなる。全体の演算フローを説明する。センサーで検出した接近車両までの距離はそのセンサーの検出性能である程度決まるが実際には周辺のさまざまな車両やインフラによって影響を受けかなり接近してから初めて検出されることも多い。ダミーデータはそのようなばらつきを考慮した分布になっている。その接近車両の初期の相対位置分布に相対速度分布を加算すると1秒後の相対位置分布が求まる。それを N 回加算すると N 秒後の相対位置分布が求まる。
その際、先ほど説明した時系列相関を考慮した加算を行う必要がある。ツールでは、フラグを設定すると自動的に前回の相関関係を継承して、時系列相関に基づく演算を行うことができる。自社の車線変更が完了する時間が N 秒とすると、N 秒後の接近車両が1分布と、車線変更後の自社位置の分布のバランス設計を行い、達成確率が十分小さい値であれば接近リスクが小さいことになる。この場合、値がゼロになかったとしても、実際に接近のリスクがあるわけではなく、余裕がなくなったことを判定した場合には、車線変更を中断して元の車線に戻ることになるので、その確率がある程度小さければよい。その確率が大きければ、車線変更が成功しない頻度が無視できなくなり、不要作動として煩わしさが大きくなる。GitHub からダウンロードした分布 .exe によって N 秒後の接近車両、相対位置の分布を求める方法を説明する。最初の1秒後の位置分布を求める演算では、インプット1ではデータファイルを選択して detectPosi.csv を選定。インプット2ではデータファイルを選択して detectSpeed.csv を指定する。その際、どちらもファイルから抽出するデータをここにあるように指定する。演算は Add を選択し、出力ファイル名と時系列演算のフラグとして0と1を指定、エグゼキュートをクリックすると1秒後の接近車両位置分布のグラフと NPZ ファイルを出力する。ここで出力ファイル名の後に時系列演算として0と1を指定すると、生成される NPZ ファイルに次の演算で使用する時系列相関の領域を引き継いで、次の時系列演算が可能となる。この2つ目の1を0にして、1つ目の0を相関係数相当のマイナス 0.8 からプラス 0.8 程度の数字にすると、逆演算や正相関を持つ分布演算ができる。それ以降、2秒後の演算からはインプット1では、ディストリビューションファイルを選択して、1回目の演算で指定したファイル名の NPZ ファイルを指定する。インプット2では同じ detectSpeed.csv を指定したままでよい。出力ファイル名は前回と同じ何回目の演算か分かる名称に変更して2秒後のグラフと NPZ ファイルを出力させる。これを繰り返して N 秒後の位置分布のグラフと NPZ ファイルを求める。N 秒後の接近車両位置分布と車線変更後の自社位置分布から接近リスクを求めるために、前回の動画で説明した達成分布と達成確率を求める。インプット1にはディストリビューションファイルを選択して先に演算した N 秒後の NPZ ファイルを指定する。インプット2にはデータファイルを選択して車線変更後の自社位置を羅列したLaneChange.csv を指定する。演算は %2 を選択して出力ファイル名とグラフの単位、累積方向を指定する。前回の動画ではこれらを一つの配列として指定したが、今回の分布 .exe からは累積方向は名称と単位とは別の配列として指定するように変更したので注意してくれ。エグゼキュートをクリックすると接近車両と自社の接近リスクを示す達成分布と達成確率を示すグラフが出力される。それでは以上の演算をスクリーンキャプチャーした動画で説明する。インプット1とインプット2のプルダウンメニューでデータファイルを選択してセレクトファイル1で detectPosi.csv を指定する。セレクトファイル2で detectSpeed.csv を指定する。それぞれ抽出するデータの位置と分布の分割数を指定する。
演算のプルダウンメニューは Add のままとして、出力用のフレームに入力ファイル名と相関関係を示すパラメータを入力する。出力ファイル名の後に時系列演算を行うので、0と1を入力する。実行すると1秒後の接近車両位置分布が求まる。次に2秒後の演算を行う場合、インプット1でディストリビューションファイルを選択して、1秒後の演算をした際に出力した NPZ ファイルを指定する。インプット2では1秒後の演算と同じ速度分布を使うのでそのままとする。出力ファイル名は前回と同じファイル名として2秒後の分布であれば2の値が付与された名称に変更して実行する。2秒後に行った演算を何度か繰り返して何秒後かの演算を行う。以上の演算を繰り返して何秒かの値との相対位置分布のグラフと NPZ ファイルを求める。繰り返し部分はここでは飛ばす。ここでは7秒後の分布まで演算した。今まで生成したグラフをパラパラと見ると相対位置分布が時間とともにどのように変化したかがわかる。次は接近車両の位置分布と車線変更制御後の自車位置分布からバランス設計を行う。7秒後の接近車両位置分布と車線変更後の自車位置分布から接近リスクを求めるためにインプット1ではディストリビューションファイルを選択して先に演算した7秒後の NPZ ファイルを指定。インプット2にはデータファイルを選択して車線変更後の自車位置を羅列したレーンチェンジ .csv を指定する。演算用のプルダウンメニューは %2 を選択する。出力ファイル名とグラフの単位、累積方向を指定してエグゼキュートをクリックすると接近リスクを示すグラフが出力される。別の時間の NPZ ファイルを指定すると、その時点のリスクが出力される。これは先ほど演算した位置分布から求めた接近リスクを示すグラフだ。何秒後の位置でリスク設計を行うかは、車線変更に要する時間を何秒にするかによって決定される。この場合、達成確率として接近リスクが 2% と演算されたが、これは車線変更50回に1回より低い頻度ではあるが、後続車両が接近しすぎることを示しており、その頻度で車線変更を途中で中断して元の車線に復帰することを示す。この確率が大きくなると不要作動として煩わしさが大きくなる可能性がある。ここで求めた結果はあくまでもダミーで生成させたデータで実際のデータとは意図的に変えてある。したがって実際の設計をする場合には実際に長距離走行した FOT データを使って演算する必要がある。またこの車線変更制御に関しても俺が自分の頭の中だけで考えたもので実際の製品とは何の関係もないのでそのつもりで参考にしてくれ。まとめとしてここでは分布ベクトルを使った時系列演算の方法を示し
車線変更制御を行う場合のリスク設計について説明した。これまで説明して皆さんに考えていただきたいポイントがある。それは、分布演算では単位時間の自然数倍時間後の位置を演算することはできるが、0.5秒後や小数点を含む時間の演算はこのままではできないことだ。小数点を含む時間の演算は今後説明する分布の時間積分によって近似を求めることが可能であるが、近似しか求まらない理由は逆演算ができないことによる。それは2分の1の演算などのように2つの和である分布の演算前の分布が求まらないことによる。例えば分布にスカラー 0.5 をかけてもその和は元の分布にならない。例えば分布による時系列演算で逆演算ができないことは、分布の範囲が時系列に広がっていくことに起因しており、時間の経過とともに多くの組み合わせ情報が集約されており、乱雑さが失われて滑らかになっていくことによる。それは時間の矢をもたらすエントロピーの増加が模擬できているからだと考えている。この部分が従来の数値演算が利便性の代償として現実を抽象化しすぎており、誤差を許容している部分で、時間対称性を不用意に許している結果になっていると考えている。従来の数値演算の結果は多分様々な可能性の多くをはしょっており、このような可能性もあるよという程度の情報をあたかもこれが全てであるかのように描写しているのだと思う。そのように捉えると見えてくる世界が広がる。引き続き過去の論文の内容や様々な知見を演算例として公開していきたいと思うが、ツールの改造とデバッグにかなり時間がかかっている。仕事が終わってからのわずかな時間に細々とやっているので、次の動画は何ヶ月か先になりそうだ。だから皆さん忘れないように、ぜひとも動画の登録をお願いします。ありがとうございました。